皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。前の動画では平板状単体に固定化した構素による反応に対して数式モデルを設定しました。次のステップは本モデル式の解を求めることです。今回は一次反応に対する解析解を求め、その特徴を考察します。平板状単体に固定化した構素による反応に対して、前回の動画で設定した数式モデルを列挙します。ここでは反応速度式にミカエリスメンテン式を使っていますが、以下では SB が Km よりも十分に小さいとき、すなわち基質濃度がミカエリス乗数の値よりも十分に小さい条件を考えます。これは一次反応の条件です。式中の記号の意味は次の表を参照してください。ここで式の導出と計算結果の特徴の理解を容易にするため、1、2、3式をそれぞれ4、5、6式のように無次元化します。もちろん無次元化しなくても解を得ることができます。この変換では無次元変数 c と x を、また無次元パラメータ bi と phi を使いました。微分方程式の講義で習ったと思いますが、4式のような定型数の2回乗微分方程式の一般解は7式で与えられます。ここで A、B は積分乗数です。これらを決定するため5、6式を7式へ適用し、方程式を作ります。まず7式を x で微分した後に5式を適用します。そして得られた式へ x イコール0を代入すると8式を得ます。同様に7式を x で微分した後に6式を適用します。そして得られた式へ x イコール1を代入すると9式を得ます。本式では8式の関係を考慮しています。また総曲線関数の表記を用いています。9式を7式へ適用します。これにより10式を得ます。再び総曲線関数による表記を用いると本式は最終的に10式になります。10式は平板上単体の最高内に固定化された構素が一次反応により基質を生成物へと変換する際に単体内に形成される基質濃度分布の式です。なお10式中の単体表面濃度 Ci は11式で与えられますが、この式は自分で導出してみてください。10、11式の特殊解には
2個の無次元パラメータが含まれています。微様数 bi と仕入れモジュラス φ です。まず微様数 bi ですが、これは液本体から単体表面まで基質が胸膜内を拡散する際の条件を規定します。bi が大きいほど胸膜内の拡散抵抗は小さくなります。あるいは胸膜の厚みが薄くなると表現することも可能です。bi が無限大であるとき、胸膜は存在しないので、単体表面の基質濃度 Si と液本体の基質濃度 Sb は等しくなります。bi が大きな値を取るのはどのような条件でしょう。これは bi の定義を見れば明らかです。すなわち、物質移動係数 Kl が有効拡散係数 dE に比べて十分に大きい場合、言い換えれば、胸膜内の基質の拡散速度が細胞内における基質の拡散速度に比べて十分に大きい場合や、単体の幅が胸膜の厚みよりも十分に大きい場合です。次に仕入れモジュラス φ ですが、これは単体細胞内の基質の拡散条件を規定するパラメータです。φ が大きいほど細胞内拡散抵抗が大きくなります。例えば、φ が10より大きいとき、拡散立足の条件となります。よって反応速度を大きくしたい場合、固定化された酵素が有効に使われるようにすればよく、このためにはφができるだけ小さくなる反応条件を設定することになります。φが小さくなるのはどのような時でしょう。これはφの定義を見れば明らかです。すなわち、単体の径が小さい場合、固定化された酵素量が少ない場合、あるいは dE が小さい場合、すなわち細胞内の拡散速度が小さい場合、そして Km が小さい場合です。φ を5に固定し、bi をパラメータとして変えて計算した単体内での基質濃度の分布を図に示します。bi が大きいほど単体表面における基質濃度は大きくなることがわかります。これは胸膜内拡散抵抗が小さくなり、基質が単体表面により早く到達できることによります。単体内では単体表面濃度が高いほど基質濃度は単体内に多く流入するため、濃度分布が大きくなります。しかしながら、すべての計算線は単体中心付近ではほぼゼロとなっています。これは単体内の深い領域にある酵素が有効に活用されていないことを示唆しています。bi を無限大とし、φ を変化させて計算した単体内の基質濃度分布を図に示します。単体表面での基質濃度はすべて1になっています。これは胸膜抵抗がなく、あるいは胸膜が存在しないため、単体表面での基質濃度が液本体の基質濃度に等しくなるからです。次に
φが小さいほど基質濃度が単体中心まで大きく分布していることがわかります。これはφが小さい場合、細胞内の拡散抵抗が小さく、大量の基質が単体中心に到達しやすいことを示唆しています。厳密にはミカエリスメンテン式を使った時の数値解に基づき議論する必要がありますが、一次反応に対する計算結果に基づき述べたことは、固定化酵素反応の特徴をほぼ表しています。ここでもう一つの一次反応の特徴を述べることにします。基質濃度は単体表面での値から指数関数的に減少します。しかし、単体中心へ向かう途中の区間でゼロになることは決してありません。これは一次反応の特徴の一つであり、後の動画で述べるゼロ次反応のものとは異なる点ですので、覚えておいてください。本日のお話はこれで終わりです。それでは次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。